キアラ、この空のどこかで見守ってくれているだろうか。私は家を捨て君を選んだこと、後悔はしていない。君の最後を見届けることができた。今まで同じ時を過ごせたのだから。リベルタ、私は君を守れるだろうか。いつまでも家族3人で過ごせたらいいわね。そう言っていたキアラ。その願いは叶わなかったが、せめてリベルタとは一緒に過ごしていきたい。いや、なんでもないよ。おいフクロウタ、そんなにリンゴ食べたら俺らの分がなくなるだろう。リンゴつっつきながらこっち見られるとバカにされた気分になんな。くっそーって、こいつに怒ってもしょうがないな。ま、2人分は確保したしよしとするか。あ、お嬢起きたか。もちろん俺がちゃんとお嬢の分も確保しといた。俺が確保しなかったらお嬢が寝てる間に全部フクロウタに食べられてたな。あ、いや本当のことだろ、つっつくなって。うん。おい、お嬢も笑ってないで助けろって。たく、でもその様子なら問題なさそうだな。あ、いや昨日いろいろ大変だっただろ。だから疲れてるかと思ってさ。思ったより元気そうで安心した。え？俺何もしてないぞ。俺とフクロウタのやりとり見てたら安心できた？うん。へへ、そっか。リンゴ取り合った甲斐があったな。さてお嬢も起きたしそろそろ食事でもとるか。って言ってもここにあるのはリンゴだけだけどな。悪い。なんか今日は眠気が抜けなくてさ。平気食事とって動き回ったらちゃんと目覚めてくるって。じゃあほい、お嬢の分。これ食べたらこれからどうするか考えるか。うん。タロッコはまだアッシュってやつが持ってるってことだよな。ああ、思い出してもムカムカする。お嬢を連れ去ろうとするし、ノバに変身なんて技使ってくるし。そういや、あいつがこの船の持ち主なのか？この船に連れて帰ったってことは多分そうだよな。いや、この船骸骨とか出るだろ？よくこんな幽霊船で海渡ったりしてられるよなって思って。骸骨だけじゃない、変な霧も出るし、あの霧に迷わせる効果なんかあったら大変じゃん。それとも
この船ってそういう船じゃなかったのか？いや、俺たちがこの船に乗った時は骸骨は襲ってなんて来なかった。だから前は違ったかもなーなんてな。まあわかんねえけど、この船って考えれば考えるほどわかんないことだらけだ。幽霊船でタロッコ泥棒がいて、しかもそいつは変身して、ダメだ！全然まとまんねえ！どうせ無理して頭使っても答えは出ない。なら船内片っ端から回って調べた方が早い。船の中調べればこの幽霊船が何なのかもわかるし、その間にアッシュを捕まえられるかもしんない。うん。よし！だったら今日することは船内探索だな。昨日見たのは甲板とこの食堂くらいだろ。おお、地図がある。この部屋船内図があったんだな。今いるのが食堂で、ここから行くならこの船内図の下になんかサインみたいなのがあるぞ。すれてて読みにくいな。バスチェロファンタズマ？バスチェロファンタズマ？もしかしてこれがこの船の名前？だったらすごいぞ！やっぱりこの船あの幽霊船だったんだな。俺たちが今いるこの船がバスチェロファンタズマって幽霊船なんだよ。ああ、お嬢は知らないかもしれないけど、俺たち船乗りの間じゃ有名なんだ。前にさ、チラッとお嬢にも話しただろ。深い霧をまといながら海をさまよう大きな船影、その姿を見たらとにかく全速離脱って話。それがこの船バスチェロファンタズマってわけ。俺ダンテから船乗りの常識だって言われて教わったんだ。この船昼間は幽霊も見えないから見た目通りの普通の船だけど、夜になると幽霊や骸骨でいっぱいになるらしい。昨日俺たちを襲ってきたのも骸骨だったもんな。ほら大丈夫だって、昼間は見えないって言っただろ。俺の聞いてる話じゃ昼間にバスチェロファンタズマで幽霊見かけたって話は聞かないし、だいたい幽霊とか骸骨って言えば夜だろ。だから昼は堂々と歩いて大丈夫だって。それに昨日も言ったけど、何かあったら俺に言えよ。このスペランツァで骸骨なんてなぎ倒してやるからさ。よし、お嬢の元気が出てきたところで船内探索だな。行こうぜお嬢。昨日も思ったけど、この船意外と広いよな。幽霊船なら幽霊とか骸骨以外客なんていないのに食堂とかあるしさ。もしかしたら他にも乗ってるやつがいるのかもな。いや、もしかしたらだよ。ほらやたらリンゴがあるし、アッシュとかいうやつが食べるにしては多すぎだろう。
だからちょっと気になってさ。お、着いたな。失礼しまーす。中は大丈夫そうだな。骸骨もいなさそうだし。うん。なんで船長室なんだって？それはさ、船の要ってのは船長室なんだ。船長室を知らずに何を語るってね。あ、お前信じてないだろ。諜報部の俺が言うんだから間違いないって。やっぱり諜報部の船とは随分作りが違うんだな。諜報部のは結構広くできてるし、棚とかあって仕事もできるように作られてる。ほら、いつもダンテはここで仕事してんだろ？うん。けど、ここはそんな広くない。それに天井も低い。この船、結構古いのかもな。それにしても歩きづらくないか？もう少し明るけりゃいいのに。それは申し訳ない。私は多少暗い方が落ち着くのでね。そうなのか？俺は暗いのってあんまり。あ？ようこそバスチェロファンタズマへ。あ！すみません。驚かせたようですね。あんたは？私はヨッシュア。この船の乗客ですよ。乗客？俺たちとアシュとかいうやつ以外にも乗客なんていたんだな。君たちは一度もお会いしたことがないと思いますが、新しい乗客の方かな？ああ、まあな。うん。よければ名前を教えていただけますか？うん。そうですか。フェリチータ。いい名前ですね。で、俺はリベルだ。リベルト。あ？俺の名前がどうかしたのか？いえ、何も。そうなんだよ。でさ、俺は諜報部ってところで船に乗って仕事してんだけど、毎日楽しくって。船っていいよな。俺、船に乗って世界中を旅するのが夢なんだ。本当に君は海が好きなんですね。おう！でもその気持ちは私もわかります。こうして船に乗り航海を続けていますが、決して飽きることはない。同じ景色の中にいて何が楽しいんだという人もいますが、私はそうは思いません。海は毎日その表情を変える。同じである日は一日もない。後悔はいいものですよね。だよな。ヨーシュは分かってんだ。
まあヨシアが話のわかるやつでよかったなって思って。だからなんか嬉しくって。うん。お二人とも仲が良さそうで羨ましい。そうかへへ。まあずっと一緒にいるしな。な、お嬢。うん。もしかしてお二人は恋人同士ですか？へえ、恋人。お嬢。やはりそうでしたか。お互いを思い合ってる雰囲気が伝わってきましたから。お嬢は恋人で、俺にとって大切な人だ。いいですね。君たちを見ていると昔のことを思い出します。私にも大切な家族がいました。けれど妻には先立たれてしまった。そして一人息子とはまだ彼が幼い時に別れてしまったんです。会いに行ったりはできないのか？そうできればよかった。ですが今の私には難しい。息子がいる場所も名前も顔も、息子となぜ別れたのかその経緯すら覚えていない。思い出そうとすると頭の中にもやがかかる。思い出せないのです。大事な記憶が思い出せないってのは辛いよな。それでも諦めたくはない。私が長きにわたりこの船で航海を続ける理由はそれです。この船で旅を続け、そして私はもう一度息子に会いたい。そっか。ヨシアの息子、見つかるといいな。ええ、ありがとう。お、結構時間経っちゃったな。俺たちそろそろ行かないと。急ぎでやらなきゃいけないことがあってさ。そうですか。それは残念です。大丈夫、また来るって。そうだ。二人とも少しこちらに来てもらえますか？いいけど。君たちの航海に幸あれ。これは船旅に出かけた者たちが無事に帰ってくるようにとの思いが込められたおまじないです。私は君たちが目的を果たし無事に帰路にたどり着けるよう祈っていますよ。ありがとな、ヨシア。きっと私の息子も今頃は彼のように成長しているだろうな。おい、ヨシア。アッシュ、どうしましたか？お前に聞きたいことがある。
ヨシュアって不思議なやつだよな。この船には似合わないっていうか、雰囲気が貴族って感じでさ。だけどなんか、いいやつだったよな。ああ、確かに安心感があるっていうのがぴったりだ。落ち着いてるからそう思ったのかもしれないな。俺、またヨシアと話してみたい。でも、初めて会ったやつなのになんであんなに話せたんだろう。ああ、そっか、似てんだ。あ、いや、ヨシュアってダンテみたいだなって思ってさ。ああ、もちろん見た目がってわけじゃないからな。ダンテみたいに頼れるっていうか、なんでかはわかんないけど、懐かしい感じがしたんだ。ヨシュアの息子、見つかるといいよな。あれだけ必死に思ってんだ。会えないなんてかわいそうだろう。自分が大事に思ってる人がいなくなるなんて寂しいよな。俺、大事な人にはそばにいてほしいって思う。お嬢。そうだな。俺のそばにはお嬢がいる。うん。俺はいつもお前に元気をもらってる。やっぱりそばにいてくれる人って必要だよな。そうだ、お嬢。手出してくれるか。ありがとな、お嬢。なんか、こうしてお嬢の手握ってると、アルカナデュエロのことを思い出すな。あの時は、お嬢にたくさん助けられたよな。俺が力を使えるようになったのも、お嬢のおかげ。俺がこうして、いつでも前を向いていられるのはさ。うん。なあ、お嬢。今は、もう少し近くに。驚いたか。いや、お前が近くにいるんだって感じたくて。やっぱり、こうしてると安心する。俺には、フェルがいてくれてよかった。